チャット GPT おすすめのスープは一体何でしょう。皆さんこんにちは。最近ニュースでよく耳にするチャット GPT、 AI を使ったチャットサービスですよね。私が質問をしたり会話を入力すると本当に的確に答えてくれましたよ。今回はこんな質問をしてみたんです。春の季節の体に良くて幸せになるスープを教えてくださいと入力したんですね。すると春が旬の食材で作る体に優しい幸せになるスープをご紹介しますと返信が来て、おすすめスープは春キャベツとトマトのミネストローネスープでした。昨年の春食材で作るミネストローネスープをやっています。食材もほぼ一緒だったのでもう一品お願いしてみました。すると帰ってきましたよ。春キャベツを使った簡単なスープレシピをお伝えしますということで、春キャベツと豆腐スープの作り方が送られてきました。チャット GPT おすすめはスープの素を使っていたので、ハッピーベジスープ風に市販の鶏ガラスープを使わないやり方で工夫してみました。チャット GPT に教えてもらった健康効果とそのスープのキャッチコピーも充実していました。ぜひ最後までご覧ください。では作っていきましょう。春キャベツは大きいものなら3分の1玉、小ぶりなら2分の1玉使います。外側の葉はよく洗って、中の葉っぱは全体に水につけてさっと洗っています。芯の部分をカットします。野菜の成長点は栄養素が豊富なんです。野菜だし、ベジブロスを取っている方はそちらに回していただくといいです。野菜のヘタはあんまりたまらないので野菜だしは取らないという方は捨ててしまうのはもったいないので、根元のとても硬い部分だけを落として薄切りにして使いましょう。キャベツの芯の部分は葉っぱの部分より甘みがありますよ。キャベツはざく切りにします。2分の1玉は山盛りですよね。生姜を千切りにします。皮に香りがあるので皮をつけたまま千切りにしますね。充填豆腐は崩れやすいので大きめに食べやすく切ります。フライパンや中華鍋に大さじ1の油と生姜の千切りを加えて香りを出します。今日は鶏ガラスープを使う代わりに鶏ミンチ 100g を加えます。ももの部分でも胸のミンチでもどちらでも大丈夫です。うまみとタンパク質をプラスします。ミンチ肉を炒めますよ。ほぐれて色が変わってきたら、ここが一番のポイントなんですが、酒大さじ1と醤油小さじ1を垂らします。そして入りつけるようにしますね。鶏肉の臭みが消えてとっても美味しくなりますよ。香りがお届けできなくてとても残念なんですが、今とっても香ばしくて鶏のうまみが漂うチキンラーメンのような香りがしています。キャベツを加えます。全体にさっと炒めたら水を 400ml 加えます。煮立って5分ほどしたら豆腐を加え、塩、胡椒で味を整え、ごま油を少し垂らしたら出来上がりです。春キャベツは生でも食べる野菜なので食感を残すように火を通すのがおすすめです。とっても簡単で時間もかかりませんよね。では最後にチャット GPT が教えてくれたキャッチコピーと健康効果をご紹介していきましょう。次はこんなお願いをしたんです。春キャベツ、鶏ミンチ、生姜、豆腐を使ったスープを作りました。健康効果とキャッチコピーを教えてください。すると答えは、素敵なスープを作られたんですね。健康効果とキャッチコピーをご紹介します。まるで人と会話しているようですよね。そして健康効果は、
春キャベツにはビタミン C や食物繊維、カリウム、カルシウムなどが含まれています。生姜には消化を助ける働きがあるジンゲロールや抗炎症作用があるジンゲネンなどの成分が含まれています。鶏ミンチにはタンパク質が豊富で体を作る材料として必要不可欠な栄養素です。豆腐には良質なタンパク質やカルシウム、鉄分などの栄養素が豊富に含まれています。これらの食材を組み合わせたスープは栄養のバランスが良く体に優しい食事となります。そしてキャッチコピーは4つ送られてきました。1つ目が春キャベツと生姜がきれいな体を作る、豆腐と鶏ミンチが美味しい満足感をプラス。2つ目、春キャベツの甘みと生姜の香りがふんわりと広がる、心も体も温まるスープ。3つ目です。栄養のバランスが良く体に嬉しい一杯、春キャベツ、生姜、鶏ミンチ、豆腐の組み合わせが絶妙です。そして最後4つ目が春キャベツ、生姜、鶏ミンチ、豆腐を使ったスープで健康的な食生活を始めよう。いかがでしたか？皆さんはこの4つの中のキャッチコピー、どれが一番お気に入りですか？健康効果もキャッチコピーも全て私が言いたいことを言ってくれているように思います。とても便利なものがあるんですね。このスープは材料を揃えれば10分もあれば仕上がります。野菜もたっぷりとれ、タンパク質も含まれているのでおかずスープに最適です。ぜひ作ってみてくださいね。最後まで見てくださってありがとうございます。スープで皆様の健康のお役に立てたいと週に一度動画をアップしています。チャンネル登録の後、横のベルマークを押していただくと最新の動画のお知らせが届きます。見逃さないためにもどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。